の、雑談会というか、ちょっと私興味があることがありまして、90年前後ですかね。で、ちなみにこのフィギュアが発売されたのが、このオーバーオール、これパンツなんですけど、ズボン、寒い時にですかね。こんにちは。みつぐささきチャンネルです。今日もよろしくお願いします。はい。ということで、今日も始まりました。今日も最後までぜひご覧ください。今日の撮影日は2026年1月20日火曜日です。で、これがアップできるのが今週の土曜日、なんとか編集頑張りたいと思います。よろしくお願いします。今日の動画は何にしよっかなって結構考えてました。前回が作品紹介して、でその前が新年のご挨拶で、年末は振り返り、その前は作品紹介で、その前がリペアチャレンジ3つ挙げてたので、ちょっと真面目な感じが多かったので、今日はですね、雑談会っていう感じにしようかなと思います。なので飛ばしていただいても大丈夫です私のですね、お買い上げいただいてるお客様とかほとんど多分インスタグラムを見ていただいてるフォロワーさんで、その人たちが、YouTube チャンネルの方までは来てはいないとは思います。多分これ見てらっしゃる方は本当に追いかけてくれてる方と思ってます。本当にありがとうございます。で、じゃあ一つ目ですね。前回のカラフルジャケット、スーパーボロボロコレクションのカラフルジャケットの動画ですかねについて、前回は初めての試みで日本語の普通の動画と、あと英語吹き替え動画というものを作りました。最初はですね、スマホでいつも動画編集してるので、指が本当に手が腱鞘になっちゃいそうなぐらい痛くなっちゃったりとか、それも大変だなと思って、吹き替えだったらもしかして簡単にいけんじゃないかと思って始めてみました。実際やってみたところ、結局吹き替えも難しいってことが分かりました。自分のですね、言葉なので、自分の空気感に英語で話してもいけるだろうと思ったらそうでもなくて、なかなか自分の口の合わせてるのに対して英語で合わせるなんてちょっと難しいなと思ったんで、声優さんってすごいなって本当に思いました。インスタグラムとあと YouTube のショートにですね、上げたんですけど、字幕にするか吹き替えにするかどっちがいいかコメントくださいっていうのを、聞いてみたらですね、何人かの方がですねお答えしてくださって、日本語を聞きながら英語の字幕を見たいっていう方もいらっしゃいましたし、吹き替えもいいよって言ってくださる方もいて、本当に嬉しいコメントありがとうございます。今のところですね、まだ考え中なんですけど、でも5月末からですね、私個展でニューヨークに行くので、もう少しちょっと英語話せるようになっとかないといけないなと思うので、吹き替えの方は続けてみて、ちょっと様子を伺おうかなと思います。自分ももう少し楽なというか、うまくできる方法あったらなと思いますので、なのでこの動画も今回上げるのは日本語バージョンと英語バージョン、英語吹き替え、ちょっともう少し試してみたいなと思います。と、あとはですね、ちょっと休憩します。でですね、次、私がいつも言ってる素朴さとか人間味とか温かみっていうのをですね、ちょっともう少し例を挙げて皆さんにご説明したいなと思います。言葉では言っても何のこと言ってるのかなってもしかして思ってる方いるかもしれないので、
一体何が違うのか、そういうところですね、ちょっと参考がてらお見せしたいなと思います。で、ちなみにですね、私前どっかの動画で言ったと思うんですけど、ゴジラマニアでして、小さい頃、小学生の時はゴジラが大好きで映画監督になろうと思ってました。 What? だからもうゴジラのフィギュアを買ってで撮影したいなと思ったんですけど、ジオラマがないからできなくて、映画って一体どうやって作るのかなってずっと考えてたんですよ、小さい頃。でも結局なんか分からずじまいでそのまま中学生になってそこから離れてたんですけど、最近ちょっとフィギュアを集めてまして、なのでちょっとそれで参考にぬくもりを感じてほしいかなと思います。でまずですね、ちょうど私がその小さい頃に買った1990年前後ですかね。これがですね、ゴジラ VS キングギドラっていう作品の時のゴジラです。これですね。普通にかっこいいです。顔も凛々しくて、でバランスもいいですね。でこれがですね、前も多分ご紹介したと思うんですけど、初代ゴジラになります。これもバランス良くてかっこいいですね。で、じゃあこれどうですかね。これ2016年のシン・ゴジラになります。これもめちゃくちゃかっこいいですね。最後にお見せするのがちょっとかわいい、これがですね、キングコング対ゴジラと呼ばれる、ゴジラ3代目ですかね。でちなみにこのフィギュアが発売されたのが、これ書いてあるんですけど、1983年に作られたゴジラ、キングコング対ゴジラの時のゴジラです。でこれ何が言いたかったかって言いますとですね、まずやっぱりこの可愛さ、この古いからこそ作れないんですよね、多分成功に。例えばですね、このシン・ゴジラはもう2016年とかもう10年ぐらい前なんですけども、やっぱ技術も進化してるのでめちゃくちゃリアルに作ってます。これはすげえかっこいいですね。この初代ゴジラもなんですけど、これはですね、初代ゴジラはもう50年以上前なんですけど、このフィギュア自体は、これも10年ぐらい前のものです。なのでこれも精巧に作られてます。だからですね、これも作りも良くてかっこいいです。それに対してですね、これは30年も前なので、ちょっと不器用なところがこの背びれにちょっと現れちゃってますね。これはこれでかっこいいんですけど、かっこいい方だと思います。その30年前に作られたものにしてはなかなかいい出来だと思います。ただこっちのですね、1983年まで遡るとですね、だいぶ顔もカエルっぽくなってるし、背びれもちょっとやっつけ気味な感じ。これがですね、ぬくもりを感じるんですよ。可愛さ。わかりますかねわかんないですかね。私が言いたいのは、こういうことです。この何にでもぬくもりとか人間味とか、おもちゃだとしてもとか、あとはそうですね、この服もちょっと用意したんですけど、このオーバーオール、これフランスのオーバーオールなんですけど、50年代60年代ぐらいですかね
もうここまで破れててもリペアして履いて、それもリペアの後もダメージ入ってるのでさらに履き潰してるんですよね。でリペアの仕方もそんな上手じゃないのが、やっぱりそのプロではない人に直してもらってる、またはご自身でやられたのかもしれないですけど、ここがやっぱ人間臭くてかっこいいなと思います。あとこちらの布、これ日本のものなんですけど、これはですね手織りされてる木綿なのでかなり古い、幕末江戸末期ぐらいまで古いものだと思います。でここは穴が開いてるんですけど、この部分に、チェック柄にチェックの生地を当て布してるんですけど、これもですねチェックだからいいのかな、同じ色合いだからいいのかなっていう感じで違うチェックを当ててる感じで、しかも丸みがあって私っぽい直し方してるんだけど、これまたいい感じなんですよね。可愛いです。あと次のパンツ、これパンツなんですけど、ズボン、パンツの上に履く作業着みたいな感じですかね。労働着、農家のさんが履いてたのかな。これもですね、その当て布いっぱいしてあるんですけど、いろんな柄を当て布して丁寧に刺し子で補強して、で破れたところをですね隠し何回も履いてたんだろうなっていう感じがしますね。すごいこういうのはやっぱあったかい感じしますよね。ぬくもりを感じる。これがですね、これ子供の、寒い時に着る部屋着の何かですかね。これはですね、なんていう、中綿入ってて、そもそも可愛いんですけど、リバーシブルで着れて、でチェックと藍染めの部分も、違う色の藍染めが縫われてて、この配色っていうんですかね、内側は内側でまたこういう色合いいいなって、このわざとなのか偶然なのかっていうこの組み合わせが最高です。とこれはですね、フランスのエプロンになるんですけど、ちょっと変わったヘリンボーンツイルですかね。ヘリンボーンツイルの珍しいグレーの生地なんですけど、よーく見るとですね、これ実はジャケットなんですよ。ジャケットがそもそもはこういう感じでなってるジャケットで、ここにポケットがついてた子供服だな、これ。子供服ですね。子供服をエプロンに仕立て直したけど、すごく雑に直してある。すごく雑にリメイクしてるところがめちゃくちゃ好きです。この無理やりやった感じ、もうまさに三つぐ佐々木のヴィンテージリメイクシリーズにありそうな、そんな感じのアイテムですね。で、これはイタリアだったかな。イタリアの、袋で、これも分厚くてですね、ミシンは飛んだそうですね。でここ分厚いんですけど、ここ手縫いしてあって、で穴開いてる部分にですね青い生地で塞いでるとか、グレーっぽいモールスキーの生地で合わせてるとか、もうこういうの最高ですね。この狙ってない感じが本当にいいなと思います。であと最後にはですね、これ実は私が着てるジャケットなんですけど、実はちょこちょこ直してて、で一番最初にですね、この袖の部分、ここ直したのがまだ古着屋やってる頃なので、もう13年前になります。でこれ初めて手縫いで直してみようって思ったのなんで、ヴィンテージリメイクシリーズはここから始まったんですよ。でそうですね、これもう13年ずっと着てるので、
どんどんダメージが増えて、こういうところもうそろそろ直さなきゃいけないなとか、あと途中で穴開いちゃった場所、あと一番最初に白の糸で直しちゃったからちょっと白で直すかって感じで、こんな感じでお腹周りも差し越して補強してます。これあと10年ぐらいいけそうですね。どんどん直してどんどんリペア箇所を増やしたいと思います。こんな感じでですね、古いものには不器用さみたいなのに隠れて、ぬくもりがあるんですよね。そういうのを私の作品を通して感じてほしいなと思います。こんな感じですかね、今日のところは。なんかですね、簡単な、真面目じゃないつもりでいたんですけど、ちょっと最後真面目になっちゃいましたね。はい、ということでですね、今日もご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録と、あとは、いいねボタンか。いいねボタン、ぜひお願いします。コメントもお待ちしてます。では、次回もお楽しみにしてください。ではまた。